この動画はイリソ電子工業の提供でお送りします。こんにちは。今日はこちら、ホンダ CR-V のパワーコントロールユニット PCU を分解します。これは北米版6代目 CR-V から取り外した PCU です。CR-V は日本でもいよいよ2026年2月から販売が開始されるという情報があります。パワートレインの仕様が大幅に変わっていなければ日本版にもこれと同じ PCU が搭載される可能性が高いです。PCU の世代としても以前分解したフィットのものより新しい世代となっています。今日はこれを分解してどのような技術が使われているのか、そして前の世代の PCU から何が変わったのかをじっくりと見ていきます。その前に今日のスポンサーの紹介です。どうぞ。皆さん、イリソ電子工業を知っていますでしょうか？コネクターを作っている会社なのですが、その中でも車載コネクターが非常に強い会社です。実は今日分解するインバーターの重要な部分にもイリソ電子工業のコネクターが使われています。イリソ電子工業のコネクターの強みとして、まずロボットの生産工程で使いやすいです。フローティングコネクターといってはめ合い時の位置ずれを吸収できる機構があります。またフレキ基板用コネクターでは自動ロック構造によって自動組み立てで楽ができます。そして次に信頼性という意味では、車載特有の振動・共振を吸収できるイリソ電子工業独自の Z-Move という技術で接点の長期的な信頼性が上がっています。接触を確保するという意味では、2点接点構造のコネクターを使うと異物除去、接触不良防止ができます。それ以外に今後自動運転などによる信号の高速伝送が必要になるので、25GBps に対応したコネクターなど着々と準備を進めています。車載コネクターを使う設計者の方は、このような強みを持ったイリソ電子工業のコネクターを検討してみてください。分解を始める前に自動車各社が出しているハイブリッドの方式について簡単に見ていきます。詳しい解説については以前の動画で取り上げていますので、そちらを参照してください。概要欄にリンクがあります。まずトヨタは THS2 トヨタハイブリッドシステム2を採用しています。これはシリーズパラレル方式のハイブリッド方式です。こちらにある動力分割機構を通してエンジン、発電機、モーターの動力を適切に分配して駆動輪を回すということをしています。次は日産の e-POWER です。これはシリーズ方式のハイブリッドです。エンジンで発電機を回して発電し、その電力でモーターを回して駆動輪を回すというものです。これは基本モーターでしか駆動輪を回しません。この中ですと一番電気自動車っぽい方式です。そしてこちらがホンダの e:HEV です。こちらもトヨタと同様シリーズパラレル方式のハイブリッドとなっています。なんですけども動作としてはシリーズ方式に近いです。e:HEV は面白いモードがありまして、速度域が高い時はエンジンと駆動輪を直結してこちらの駆動輪を回します。実態としてはシリーズパラレル切り替え方式と呼んだ方が良いかもしれません。では実際にパワーコントロールユニットを見ていきます。こちらが北米版 CR-V から取り外した PCU です。見た目的にはよくある普通のインバーターですね。景品製です。北米版 CR-V の電動機出力は 133kW、発電機の出力は約 120kW なので、その電力の変換ができるくらいの大きさとなっています。まずは出ている端子類などを見ていきます。まずこちらは駆動用バッテリーの入力端子です。バッテリー電圧はハイブリッドの場合は 262.8V、プラグインハイブリッドの場合は 347.5V です。次はこちらです。こちらは車内用の電装で使うための 12V 出力端子です。こちらの PCU の中で駆動用バッテリーの 260V から 12V まで高圧する回路が入っています。これも後で分解して確認します。そのすぐ横には冷却水の出入り口があります。底面部分も見てみます。こちらは駆動用と発電用につながる3層モーターへの端子が2つ出ています。こちらの底面部分をよく見てみると、実はここにコネクターがあります。これはパワーコントロールユニット自体を制御するための信号をやり取りするためのコネクターです。以前分解したフィットのインバーターとサイズ感を比較してみます。フィットのインバーターの方が世代的には古いものとなっています。こうしてみると幅の部分については CR-V の方が広いですが、一方で高さ方向については CR-V の方が薄く、フィットの方が高くなっています。
特にフィットについてはこの上の部分からコネクターを生やすような構造となっており、どうしても高さ方向の寸法が出てしまうようになっています。CRV は下からコネクターを出すような構造となっているためか、その分薄くなっています。両者とも底面部分からはモーターに接続する端子も出していますので、コネクター類は底面にまとめる方がスマートなやり方で、かつ PCU の上部スペースを有効活用できます。実際北米版や国内で販売予定の CRV では PCU の上部スペースにインテークが通るような配置となっています。上部からコネクターが出ていないからこそできる配置ですね。ここからは内部構造を確認していきます。まずは天板を取り外してしまいましょう。そうしますと、まずはプリント基板が見えますね。2階建て構造となっています。この基板を取り外すと、はい、このようにパワーモジュールがあります。その横にはフィルムキャパシターです。こちらのパワーモジュールは以前分解した世代のものと比べるとかなり小さくなっていますね。フィルムキャパシターを取り外して、さらにパワーモジュールを取り外すと、このように流水経路があります。これについては後で詳しく見ていきます。次は底面部分からアクセスします。蓋を取り外すとこんな感じです。駆動用バッテリーの端子から入ってきてラミネートバスバーがあると。そのラミネートバスバーは回路の各コンポーネントにつながっていきます。もちろん先ほど見てきたこちらのフィルムキャパシターやパワーモジュールにもつながっていきます。またインダクターと DC-DC コンバーターの回路がこちらに見えます。こちらのインダクターはバッテリー電圧を昇圧するための昇圧コンバーター、今回の場合ですと双方向コンバーターの回路の一部です。これを見てみると入力が1個に対して巻き線が2つあります。ですので昇圧コンバーターはインターリーブ制御をしているかもしれませんね。DC-DC コンバーターはバッテリー電圧から車内の電装品などで使う 12V を出力するための回路です。前の世代の DC-DC コンバーターは結構ごちゃついていた印象があったのですが、こちらは割とスッキリしている印象があります。後で分解して確認します。インダクターの下側を見てみるとこのように流水経路があると。そしてさらに DC-DC の下側も見てみるとこのように水が通る経路があります。CRV に使われている PCU を見てきたところ、ざっとこのような構造になっています。3層構造ですね。フィルムキャパシターがあってパワーモジュール。パワーモジュールの上にはゲートドライブ回路と制御基板が乗っています。冷却水が通るアルミブロックが真ん中にありまして、その下には DC-DC コンバーターとインダクターがあるという構造です。この動画を作成するにあたって6代目 CRV が採用している eHEV について調べました。このような構成を採用しています。左側が主に電気系の部分、右側が主に機械系の部分です。電気系部分の構成はこれまでから大きく変わっていません。バッテリーがあって DC-DC があって双方向コンバーターがあって3層インバーターでモーター発電機をそれぞれ回すというものです。基本ですね、これまでエンジンは直結だったんですけども、北米版 CRV ではエンジン直結をですね、2段階に変速できるようになっています。そこが大きな違いです。皆さんご存知の通り eHEV は基本的にはバッテリーの電力を使ってモーターを回して走行するということをしています。バッテリーの電力で足りないときはエンジンで発電機を回して、その発電した電気を使ってモーターを回すということをしています。eHEV の一番の特徴として速度が高い領域ではエンジンを駆動輪に直結して燃費よく走るモードがあります。これまでエンジン直結モードは速度が高い領域に限定していたのですが、 CRV ではハイギアとローギアの直結の切り替えができるようになっています。この部分がエンジン直結のハイギアとローギアの切り替えの部分です。このクラッチの開閉でギア比を2段階に選べるようになっています。例えば速度が低い時にエンジンを直結するのであれば、この部分のクラッチを閉じて直結します。速度が高い時にエンジンを直結するのであれば、こちらのクラッチを閉じるといった選び方です。これによって CRV では幅広い速度域でエンジンを直結して燃費よく走行できるようになっています。エンジン直結時にモーターや発電機は何もしていないかというと、そんなことはなくて、実はしっかりと制御しています。どういうふうにしてるかっていうと、エンジンを一番効率よい動作点で動かす協調制御をしています。
例えばエンジンの負荷が重すぎたらモーターを力行動作にしてエンジンをアシストします。逆にエンジンの負荷が軽すぎる場合はモーターを回生動作にしてエンジンからのエネルギーと車体が動いている時の運動エネルギーをバッテリーに回収する。そしてエンジンに適切な負荷をかけるということをします。この動作をモーター側でやるのかそれとも発電機側でやるのかは調べたんですけども分かりませんでした。なんですけども一番効率が高いやり方でやるかと思います。多分モーター側でやってるんじゃないかなと思います。ここからはそれぞれの部品について詳しく見ていきます。まずはパワーモジュールの上に乗っている制御基板からです。こちらの制御基板ですが2枚構成となっています。上の基板が制御基板、下の基板はパワー半導体を駆動するためのゲートドライブ基板、そしてセンサーが乗っている基板となっています。上下の基板の接続はこの部分のコネクターで接続されています。このコネクターが結構面白くて、こんな感じでコネクターが動くんですね。わかりますか？このようにかなりダイナミックに動くコネクターって珍しいですよね。コネクター部分をさらによく観察してみます。基板取り外しましょうか。こちらの制御基板側のコネクターが稼働するということではなくて、ゲートドライブ側の基板ですね。このように稼働します。なかなかすごい量動きますね、これは。調べてみると、実はこちらのコネクタ、イリソ電子工業の製品なんですね。Z-Move という独自技術を使っているようです。まずこのコネクターを動かしてみると、このように X 方向と、そして Y 方向に動きます。これはコネクターを接続するときにはめ合いのズレを吸収するためのものかと思います。これがあると基板同士を接続するときにこじったりする力やハンダ付け部分へのストレス、端子接触部分へのストレスも軽減できますね。XY 方向以外にも Z 方向にも稼働します。これについてははめ合いのズレを吸収するというよりかはどちらかというと基板の振動や共振の影響を少なくする目的のものかと推測しています。この基板に車体から振動が伝わってきて基板全体がこういう風に動きます。この基板自体はもともとしっかりと固定されているので振動による影響は少ないのですが、振動の状況によってはコネクター部分の接点が修動します。接点が修動し続けると摩耗して信号の伝達がうまくいかなくなることもあります。この Z-Move を使ったコネクターですと、コネクター自体はこのように動くんですが、接点は固定されたままなので長期的な信頼性が保たれるようです。あとは機械的な共振ですね。これについては基板の一部だけがものすごく振動してしまうみたいな現象です。板の振動のクラドニ図形を思い浮かべると分かりやすいです。突如現れた共振モードが原因で接点が修動してすぐに摩耗してしまうみたいな状況も回避できるわけですね。搭載されている他の部品についても見ていきます。搭載されているマイコンはルネサスの R7F701275 でした。これはデュアルコアのハイエンド車載マイコンです。モーターの回転角を検出するレゾルバー用の変換回路もこの中に内蔵されています。そしてこちらはゲートドライブ基板です。1枚の基板にまとまっています。基板を見てみると結構大きめの部品が並んでいます。これはゲートドライブ回路への電源供給用の変圧器です。絶縁距離もしっかりと確保されています。パワー半導体を駆動するときに上側アームのパワー半導体はエミッタ電圧の基準がスイッチングの状態によってバラバラなので個別の絶縁電源が必要です。なのでパワー半導体の個数分の変圧器が必要となっています。下側アームについてはエミッタの基準電圧が共通なので、例えばインバーターであれば下側アーム3つ分の IGBT の絶縁電源は1つだけで済みます。ただこの場合ですと3つ分の IGBT の電力を供給するので変圧器自体のサイズは大きめです。裏面も見てみます。ゲートドライブ IC は ROHM の BM60059 です。ROHM のゲートドライバー IC は結構よく使われていますね。絶縁方式はデータシートによると磁気結合による絶縁となっています。この IC の中に実は変圧器をドライブするための回路が入っています。外付けの FET は必要となりますが、これ一つでゲートドライブ用の電源も作れてしまう便利な IC です。あとはホールセンサー用の IC なんかがついています。これはパワーモジュールの中に挟み込んで使うような構造となっています。このホールセンサーはパワーモジュールのバスバーのすぐ近くに配置されるような構造となっていて、バスバーに流れる電流が作る時速を読み取ってそれを電流値に変換しています。外からは見えにくいのですが、バスバーを一周覆うように鉄系のコア材がパワーモジュールの中に入っています。
一応前の世代といいますか、フィットの制御基板と比べてみます。全体的にかなり最適化されたような印象がありますね。フィットの方は基板は1枚構成です。モーター制御用のマイコンはルネサスのものが2つ使われていました。新しい世代というか CRV の基板は2枚構成となっています。それぞれが低電圧の制御回路、そして高電圧のゲートドライブ基板という使い分けです。低電圧と高電圧で基板が分かれたので、フィットの時と比べると絶縁距離なんかをものすごく気にする必要はなくなったので、 CRV の方が全体的にスッキリとしたレイアウトになっています。さらにマイコンの個数も2つから1個に半減。さらにパッケージは QFP から BGA になりました。いろいろ最適化された結果、プリント基板の面積は 20% 程度低減できています。あとは外部通信用のコネクターですね。前の世代はコネクターが基板に直接実装されていましたが、新しい世代では小型のコネクターを基板の横から出して PCU 内をケーブルで引き回して底面部分からコネクターで出すということをしています。このコネクターの高さ分 PCU の高さを低くできているということでしょうか。次はパワーモジュールとその隣にあるフィルムキャパシターを見ていきます。こちらのパワーモジュールはフィルムキャパシターとかなり近い距離に設置されていますね。こちらのフィルムキャパシターからはバスバーが生えていて、最短距離でパワーモジュールへ接続できるようになっています。フィルムキャパシターのバスバーからパワー半導体までの距離は短くなっているので、ループインダクタンスもそこそこ小さくできているでしょうね。パワー半導体部分については 2-in-1 構成のものが各部屋に仕切られて配置するという構造です。こちら中央の2つが双方向コンバーターに使われているもの、そしてその両隣にある3つずつのものがインバーターに使われているものです。パワー半導体とバスバーの接続はハンダ付けです。そしてよく見てみると使われる場所によってパワー半導体チップの大きさが違っています。例えばインバーターのチップの大きさを見てみます。一方のインバーターのチップの大きさはこちら。そしてもう片方のインバーターのチップの大きさは 1.8 倍近く大きいです。どちらのインバーターがモーターでどちらが発電機側かは車体から取り外したわけではないので分かりませんが、モーターの方が出力やトルクが大きいので、その分大電流に対応できるように大きめのチップを使っている可能性があります。パワーモジュールの裏側を見てみると、このように冷却フィンが立っています。フィンのピッチはかなり密です。冷却フィンは均等に配置されているわけではなくて、ところどころ大きな冷却フィンもあります。なぜこのような配置になっているのかは分かりません。ただ基本的にはチップの直下に冷却フィンが配置されています。ですのでこの広い部分のスペースも有効活用して少し大きめの冷却フィンを置いておこうということかもしれません。ここの広いスペースにも冷却フィンを広げて冷却水にもっと熱を逃がそうという設計かと思います。ここからは前の世代のパワーモジュールとフィルムキャパシターと比べてみます。下にあるのが今回分解したもの、上にあるのが以前分解したものです。まず全体的な配置から見ていくと、新しいものはパワーモジュールとフィルムキャパシターは横並びになっているのに対して、前の世代のものはパワーモジュールが上にあって、その下にフィルムキャパシターがあるといった構造をしています。こういった構造の違いが薄型化に貢献していますね。パワーモジュールについては今回大幅に小型化しています。前のものでは各部屋にパワー半導体が1チップだったんですけども、新しいものでは各部屋に2チップの構成となっています。またフィルムキャパシターから半導体チップまでを結ぶ銅のバスバーの配置も大幅に変わっています。前の世代ではフィルムキャパシターからバスバーが伸びてきて、この両端のところに接続されます。そこからさらにパワーモジュールの中にもバスバーが通っていて、パワー半導体チップにつながっていくという構造です。これですと距離が長くてループインダクタンスが多くなってしまいますね。配線 1cm の自己インダクタンスが10ナノヘンリーと言われています。やはり長くなる分不利です。新しいものではフィルムキャパシターからバスバーが伸びてきて、モジュール内でもバスバーは通りますが、古いものと比べるとその距離は圧倒的に短いです。この部分については新しいパワーモジュールはかなり良くなっています。冷却部分についても見ていきます。前の世代ではパワーモジュールにウォータージャケットがついていましたが、新しい世代ではアルミブロックに冷却水路を設けて、それをパワーモジュールで蓋をするといった設計になっています。どちらが良いかは置いておいて、新しい世代のものの方が使う部品は少なくなっているのでコストは安く上がりそうです。
またパワーモジュールからモーターへ接続するための端子も変わっています。以前は導線に端子を圧着していて、そこへモーターから入っているコネクターをねじ込むみたいな構成でした。新しい世代ではモーターへの接続は端子ねじ込みではなくて圧力による接続となっています。バラしてみるとこのようにバネが入っていて押し付けられるような構造となっています。この部分にモーター側の線がですね、何かしらの形で当たるわけですけど、この部分については可動ですので、全てをバスバーで作るということはしていません。逃げの動きができるように編み込みの線材が使われています。この部分は超音波接合が使われているんですかね。次は PCU の下側からアクセスした時の部品です。まずはインダクターから見ていきます。一応電気の流れ的にはこちらがバッテリーから入ってきたラミネートバスバーです。そのバスバーはこちらの DC-DC コンバーターとインダクターにつながるようになっています。こちらのインダクターはよく見てみると一つのコア材に2つの巻き線が巻いてあります。こちらが巻き線1、こちらが巻き線2です。こちらの端子がバッテリーから入ってくる方、そして出口に2つ端子がありますが、これはパワー半導体側につながっています。それぞれの巻き線はバッテリー側については共通、パワー半導体側については分かれています。巻き線は密に巻いて体積を減らすために平角線が使われています。巻き線1と2の巻き方を見ると、互いの時速を打ち消すような方向に巻かれています。先ほども少し話しましたが、このインダクターの構成とパワー半導体への接続を見る限りですと、小圧コンバーターは走行状況に応じてはインターリーブ制御をしていそうです。裏側を見てみると、このように冷却水が通る水路になっています。冷却フィンはこのように円柱形状を採用しています。フィットと CRV でインダクターの大きさを比べてみると CRV の方が2倍くらい大きいですね。当然 CRV の PCU の電力容量の方が大きくなりますので、インダクター自体は大型化するようです。このあたりについてはコンパクトカーと SUV の PCU の容量の大きさが明確に出てくるところですね。ちょっと余談になりますが、フィットの DC-DC とインダクターの乗せ方って結構変なんですよね。 DC-DC とインダクターがなぜか一体になっていて、でしかもこのインダクターもさらに別で取れるっていうですね、これ見てみると分かるんですけど、ゴムパッキン4つ使ってるんですよ。ものすごい変な乗せ方をしてるなって分解した時に思いました。なんか部品の乗せる効率とか組み立てとかあんま良くなさそうな感じですよね。CRV になってそれはだいぶ良くなって DC-DC とインダクターは分かれてます。こんな感じで別のコンポーネントでそれぞれできるようになってますね。当然ゴムパッキンの数も減ってそれぞれ1個ずつ合計2つになっています。次は DC-DC コンバーターを見ていきます。これは駆動用バッテリーの高電圧を他の車載機器の 12V で使うための変換回路です。こちらの基板取り外すことができます。このプリント基板にほとんどの部品が乗っかっています。見てみると背の高いスルーホール部品を多用していますね。シリコーンを充填して振動による部品脱落やハンダクラックなどを防止しているのかと思います。この辺りはトヨタ5代目プリウスの DC-DC コンバーターと比べてみるとスルーホール部品は結構多めですね。特にフィルムキャパシターを多用しているのでその分回路の体積は増えています。5代目プリウスの DC-DC コンバーターは実はほとんど MLCC に置き換えています。こちらの基板の下の層を見ていきます。こちらにはプリント基板には実装できない大型の部品類があります。基本的には磁気関係の部品と半導体系の部品です。入力側から出力側に回路をたどっていくように見ていきます。まずこちらのプリント基板、これは中継基板的な役割をしているものですね。取り外します。そうしますとその下にはパワー半導体が見えます。これは新電源の MG051D です。これは MOSFET のモジュールでしょうか。実は DC-DC コンバーター自体の構成は大きく変わっていません。前の世代のものではこの部分にはディスクリートタイプのパワー半導体を使っていました。こちらではパワーモジュールにすることで実装面積を大幅に減らしています。裏面には熱伝導グリスが塗られていてアルミに熱を逃がすようになっています。その後はこちらの変圧器につながっています。1次側巻き線は平角線、2次側巻き線はバスバーです。巻き線とフェライトコアの熱を逃がすために熱伝導シートが挟まっています。その後は出力のチョークコイルと整流用パワーモジュールにつながっています。このチョークコイルとフィルムキャパシターのアレイを組み合わせてフィルター回路を構成しています。
こちらにあるパワーモジュールは新電源のダイオードモジュールです。3並列のダイオードが2セット入っています。多分ショットキーバリアダイオードですね。砂場回路も一緒に入っているパッケージです。前の世代のものは三元電機のショットキーバリアダイオードをアルミ基板に実装する形でしたが、こちらのモジュール化によって色々良くなっています。ここまで見てきた通り、主要なパワー半導体については新電源のパワーモジュールが多く使われています。これは余談になりますが、新電源の DC-DC コンバーターモジュールは TW シリーズというものがあります。こちらの基板にも TW109 と書いてあります。また、新電源の筆頭株主はホンダです。ここから話すことは予測の域を抜けてはいませんが、この DC-DC コンバーターは新電源が設計している可能性はありますね。こちらの裏側にある冷却フィンについてどのように設計したかは不明ですが、パワー半導体が乗っている部分だけ溝が深くなっていて、より熱を逃がせるような設計になっています。はい、というわけで今日は北米版の6代目 CRV に搭載されているパワーコントロールユニットを分解しました。前の世代のフィットとかと比べると中身は全体的に最適化されていて、小型化高パワー密度化に貢献できていると思います。これよりさらに良くしようと思うと、そもそもこういったタイプのパワーモジュールを使うのが良いのかというのも考える必要がありますね。この形のパワーモジュールを使うのが正解なのか、それともトヨタのように両面冷却できるパワーカードをスタックしていくのが正解なのか。ただ今回のようなパワーモジュールを使うタイプですと、かなり行き着くところまで行き着いていて、ここからさらに良くしていくっていうのは結構難しいんじゃないかなというのは分解しながら思いました。というわけで、もしこの動画が役に立ちましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。何か気になることがありましたら、ぜひコメントも残してみてください。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。動画の最後になりますが、一見チャンネルを企業の PR に活用するのはいかがでしょうか。一見では製品の宣伝、工場見学、アウトリーチ活動、人材採用への活用など幅広く対応いたします。これ以外にもお気軽にお問い合わせください。動画を作成すればその後は再生され続けて、動画が代わりに営業してくれます。やるなら早くをお勧めします。実績や詳細は概要欄にあるメールアドレス、ホームページからご連絡ください。それではご連絡お待ちしております。一見が作ったブレッドボード基板や配線済み LED 製品などの電子工作グッズを販売中です。詳しくは概要欄から。